ある政治家さん、2分でいいので話を聞いてください。こんにちは、一人介護のりょうさんです。本日は政治家の方にどうしても聞いてほしいお話があります。それでは早速スタート。改めまして、親愛なる政治家さんへ、給付金。私は保育園で働いていたこともあり、子育て支援は大事だと思います。看護師、介護士、保育士さんへの賃金の値上げは良いことだとも思います。でも他に誰か忘れていませんか？19歳以上の若者も大人も結局みんながコロナの影響を受けていて、ダメージを受けていない人なんていないんじゃないですか？私もって言い出したらキリがないです。分かってますけど言いたい。介護・看護においてはコロナ禍で外来通院や在宅介護、自宅療養が増えたことも忘れないでほしい。自宅で療養、介護、看護するのと病院に入院するコスト、国が支払う医療費はどちらが多いと思いますか？一般的には入院の方がかかります。例外がもしかしてあるかもしれませんが、自宅で頑張っている病気や障害、怪我を抱えた人、またそれを支える人にももっと目を向けていただきたいです。自宅で使用している介護に関連した物品も値上げをしているし、令和3年の4月から9月の訪問診療は以前はなかった感染対策加算も取られました。以下は簡単なご説明です。コロナ感染症の拡大に伴い、すべての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染対策が必要なことから、特に必要な感染対策を講じた上で、診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで、中略、加算の取り扱いとなります。なお、その診療等にあたっては、患者及び利用者またはその家族に対して院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明してください。外来診療等及び在宅医療における評価、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、以下点数表に挙げる次の点数を算定する場合、以下外来等感染対策実施加算（5点）をさらに算定できますとのことでした。以前にもご紹介しましたが、介護で使う手袋は私の利用するお店ではコロナ前の金額の2倍以上で1箱1600円になりました。アベノマスクより私は手袋の配給が欲しかったです。いっつもこういうことがあるたび大変不謹慎ですが、政治家の身内が同じように病気や障害を持てばいい。そして私たちと同じ状況に置かれ、どんなに困るか身をもって知ってほしいという感情が芽生えます。自分がその立場に置かれないと見えないこと、理解できないことが多い。だから政治家ご自身でもいいから病気や障害を経験してほしいと願ってしまいます。そうしないと変わっていかない。健康で身近にご病気や障害をお持ちの方がいなくて、介護のご経験がない人は政治の世界にいてほしくない。政治家全員が一定期間、介護の現場、施設だけでなく在宅介護ももちろん含む現場に研修に行ってほしいです。見学じゃなくて研修に。そして怒りついでに言わせていただきますが、一部の医療関係者の皆さんへ言いたい。感染対策加算ですが、特に必要な感染対策を講じた上で診療等を実施した場合とありますが、実施したら加算ですよね。コロナがピークの頃にも在宅に訪問しても手も洗わない、消毒もしない医療従事者、それで悩んでいる利用者の声も聞きました。またその診療等にあたっては、患者及び利用者またはその家族等に対して
院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明してくださいとありますが、ご説明ちゃんとされましたか？利用者の皆さん、しっかりご説明受けましたか？私はある日、ふと見た請求書にいつの間にか項目が増えていて、自分で気がつきました。被害妄想かもしれませんが、繊細さんな私はこういうところで患者や利用者は立場的に軽視されているのかなって思ってしまいます。以上、今日は日頃からふつふつと溜めていることをお話しさせていただきました。あくまで私が勝手に思っていることなので、言論の自由なので、アンチコメント、反論、一切受け付けません。それではまた。お願い。聞いてください。話だけでも聞いてください。お願いします。一生のお願い。政治家さん、2分でいいので話をどうか聞いてください。よろしくお願いします。政治家の皆さん、2分でいいので話を聞いてください。よろしくお願いします。Clear nights and I'm ready to fall.